田淵久子です、ギタリストです、いろんなバンドを手伝ったり、自分のバンドトドル、ナンバーガールなどやっております、今日は高円寺のブリッジギターズにお邪魔して自分のペダルボードを持ってきました。これを今から紹介したいと思います。結構バンドごとにそうやる曲とか、そのバンドで使うこの音が欲しいとかでもう全然こうなんていうんですかね、ボードを組み直しちゃうんですよね、各バンドごとに。なので今日はよく使うやつ、レギュラーメンバーというか一軍の中から EQD を多めに持ってきたという感じです。はい。そのプロジェクトとかそのバンドのツアーとかに出る前に、ボードを組む時の大変さというか難しさというか、そのついつい欲張っていろんなものを入れたくなるっていうののスペースとの戦いですね。であとやっぱり綺麗に組みたいので、パッチの長さとあと電源ケーブルの長さ、そのボードがごちゃごちゃしてるとこの人のお家汚そうって思われそうで、綺麗に組みたいってこうスマートにしたいって思うんですけど、でもこう自分が使いたいものはこうもうボード持ってるものも決まってるんで、それとの戦いですね。スペース、あとこう踏み間違えないようにっていう、そのなんていうんですかね、色とかもとスイッチにこういうのをつけたりとかいろいろ工夫をしてます。そのだいたいよく踏むやつとたまに踏むやつってこう2段になってるんですけど、その上側をちょっとかさ上げしたりとかいろいろしてます。はい。自分はもともとペダルボードを組まない床置き派だったんですけど、やっぱり用意が遅くなるんですね。その今から始めます、例えば、ライブの転換セットチェンジとか、あとスタジオに入って、練習を始める時に一個一個エフェクターを並べてパッチケーブル挿してでやってると、やっぱどうしても一番音を出すのが遅くなってしまうんですけど、私は割とのんびりしてるタイプなんで、やっぱ組んだ方がパッと置いてケーブル挿してで電源オンって早くできると思ってボードを組むようになって、その頃のボードと今のボードを比べたらやっぱり今の方がまだ上手に組めるようになったと思います。パッチケーブルもその自分で作ったり、自分の欲しい長さを自分で作ったりして、その頃はもうごっちゃごちゃでしたね。太いケーブルがあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃみたいな、ぐにゃぐにゃしちゃう感じで。あとボードを組む前にガムテープでゴミをきっちり取ります。はい、きっちり取るようにしてます最初につないでるボスはなんていうんですかね、自分のアンプを持っていかない時とかに、もうアンプはもうすごいクリーンで小さい音で作って、でこれを踏んで、それがもう通常の音みたいにして作ると、どのアンプを使っても割と音が作りやすくて、いつもそうしてます。でアローズはそんなに歪ませないで、ちょっとパキッと音量を上げたい時とかにもうお守りのようにいつも置いてます。
ンスはコンプのような感じというか、アタックがパンって出てくるんで、なんかちょっと上手になったような気持ちになれる感じですね。で原因をゼロにしてレベルをすごいバーンって上げて使うと、こうクリーンブースターというか、なんだろう、結構すごい音になるんですね。結構なんていうんですかね、気持ちいい音になりますでこれは曲中、こう例えばサビでコード弾きを歪ませたいとかいう時にという感じです。でこれはデューンズはもうソロの時です。もうちょっとファズっぽい音で結構好きです。で次はこれなんですけど。これを単体で踏むことはあんまりないんですけど、だいたいロングディレイとセットで使います。はい。でディスパッチマスターをこうリバーブ強めでロングで、ディレイもそうですね。このぐらいで使うことが多いですね。すごい気持ちいいです。なんていうんですかね。結構バンドの中で使っても埋もれないでふわーんっていうのがだいぶ返ってくるんですごい好きです。DD はすごいこれはもうすごいロングにしてあって、なんていうんですかね、もう歪んでもうブワーって全てを支配する時に使う感じです。はい。という感じです。なんですかね、ディレイとリバーブを2台分けて使ってたんですけど、リバーブってなんだろうな、歪ませたりするとちょっと成分が聞こえづらくなったりするんですよね。だけどディスパッチマスターは割とその前が歪んでてもグワーンっていうのがすごい返ってくるんですよね。それで気に入って、あとそのリバーブのなんていうんですかね、トーンというか音というかとディレイもちょっとアナログっぽいあったかい音というか、それもすごい好きで、その前はいろんなの持ってたんですけど、もうちょっと成分が強く返ってくるといいのになとか、もう DD5 そのボスのディレイはもうド派手っていう感じなんで、よりはもうちょっとこうあったかい感じのっていうその中間というか、だけど成分は強く返ってくるっていうところですごいよく使ってます。自分が出すギターの音の特徴っていうのはやっぱ何ですかね、最近現代はそのパキッとしててすごく抜ける音みたいなのを競い合ってる感じがするんですけど、自分はその65年生のこのジャズマスターをもうずっと使ってて、あと自分のアンプは73年のマーシャルのヘッドとオレンジのキャビなんですけど、割とちょっと空気を含んだような音だったり、その雑味がいい感じで混ざってるみたいな、あんまり尖ってない音
大きい音出してもそんなに耳に突き刺さるようなそういう感じではないと思います。ちょっと自分の音は中域が強い音かなと思ってます。はい。トドルのバックカントリーというアルバムに入ってるThis Illusion っていう1曲目の曲はもうずっとディスパッチを使ってます。ソロの時に。はい。そうですね。これをがっつり踏んでソロを弾いてます。はい。アンバーガールの思い出インマイヘッドっていう曲があるんですけど、再結成して何本かライブやってますが、その曲のギターソロはプルームスを踏んでます。はい。こう一人でやってもちょっとよくわからないかもしれないんですけど、最後のソロとかそうですね。やつなんですけど、このジャーツクチャーっていうのがプルームスを踏むとこうパコパコって出て、なんかすごい上手になった気持ちになる。はい、気持ちがよくて、原因をゼロでもうボリュームをフルにして使ってます。今ペドロというバンドをお手伝いでやらせてもらってるんですけど、そのバンドは結構なんていうんですかね、いつも自分は、ギターの音のレンジがちょっと中域寄りなんですけど、そのバンドは結構ローが出た方がいい感じなんで、歪みでテューンズを使ったりしてます。はい。なんていうんですかね、ミュートがズン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 ってこうローが出てすごい気持ちがいいです。アイロニックベイビーとかマクナイ東京っていう曲で使ってます。どうして EQD のペダルをこので使ってるかっていうことなんですけど、割と
すごいたくさんコンパクトなエフェクターを持ってるんですけど、音がいいっていうのがもちろんあるんですけど、そのなんていうんですか、見た目がやっぱこうデザインがすごい良くて、ついついペダルボードに入れたくなっちゃうみたいな、こう足元がこうお気に入りのエフェクターがあるとやっぱり気分が上がるというか、そういう意味でもすごい好きだし、こういう飛び道具的なものとかも、バンドのそのなんていうんですかね、ギターの音が出せるいろんなバリエーションの幅を広げてくれるんで、すごい大好きです。